こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は樹木を制作していきたいと思います。現在制作中のレイアウト、季節は秋の設定ですので、もみじの黄色、オレンジ、赤、それからちょっとまだな色とかですね、様々なタイプのものを様々な作り方で紹介していきたいと思います。では早速作業に入っていきます。ベースとなる木の幹は加藤の広葉樹の幹、こちらを使っていきます。ちなみに同じメーカーの加藤から針葉樹の幹も販売されておりますが、今回はもみじにこだわるということで広葉樹の幹だけを使って動画を進めたいと思います。ではまずランナー切り離してねじりながらこの木の形を整えていきます。割と放射状と言いますか、上の方から見ると円になるような感じで曲げていくのがいいかと思います。個人的な好みとしては割と背の高いスマートな木が好きなので、あまり上の枝の部分を広げすぎないようにやっておりますが、逆にそういった横に長い木ももちろん自然界には存在しますので、そういう場合はあらかじめこの段階でかなり広げて作るということになります。ではとりあえず9本の形を整えましたので、次にジオラマのり、これを塗っていきます。塗り始めますと直後は白い液体となっておりますが、この段階では接着力がほとんどありません。説明書にも書いておりますが、15分ほど待ちますとこの白いのが透明に変わってきます。この状態になりましたら接着力が増していくわけなんですが、次に葉っぱの部分をつけていきます。使用する素材としましては加藤の日本の紅葉ラージプランツコヒキを使っております。この素材、ハサミやカッターなどの刃物を使うんではなくて、指先で引きちぎれる範囲で細かくしていくのがいいかと思います。あとはもうこんな風に乗せていけばほぼ出来上がりなんですが、このままではポロポロと葉っぱの部分が落ちてしまいますので、仕上げに木工用ボンド水溶液をスプレーしておきます。これは木の幹と葉っぱが直接関与するわけではないんですが、横と横とのつながりができることによって全体的に形を維持していこうというような考えでございます。その後乾燥しますとこのように振ってももう葉っぱが落ちなくなるような状態で一応完成といたします。それで違う色の種類、こちらは金色という色ですが同じように作っております。次はこの金色を利用しましてちょっとオレンジっぽい色を作りたいと思います。まずは木工用ボンド水溶液をスプレーしていきます。あとは日本の紅葉ナノプランツコヒキというパウダー状のものなんですけども、こちらをまぶしていきます。これについては3種類の色が欲しくてオレンジっぽいものの素材をいろいろと探してたんですが、なかなかいいものが見つからなかったのでこんな風な手法をとってるわけなんですが、注意点としましては色替えが目的なので巻きすぎて真っ赤っかりしないということで、まだら状に半分ぐらいの面積を巻いていくような、そんなイメージでいいかと思います。ということで3種類の色が揃いました。ちょっとおまけでグリーンのパウダーを追加したやつも遊びで作ってみました。初めての試みなのであまりうまいこと言っておりませんが1本だけですのでちょっとこれも使ってみたいと思います。続きまして別の作り方、今度はちょっと手間がかかります。いわゆる技術的なテクニックが必要で難易度が上がるというような意味合いじゃなくて、手間暇がかかるのでめんどくさいという概念になろうかと思います。とりあえずは先ほどと同じようにジオラマのりを塗っていきます。15分以上待ってジオラマのりが透明になりましたら、今度は天然素材樹木黒染め
こちらを使っていくわけですが、購入した時はこんな一塊になってますので、こんな風にちぎって形を整えたものをたくさん用意しておきます。それでちぎった素材の形によって付ける位置を変えなければならないわけなんですが、ご覧のような長めの素材は樹木の中央に持ってきて、この段階でこの木はスリムな長細い木になるということが、ほぼ決定するわけなんですが、このままではちょっと1本だけ飛び抜けてしまうので、同じような素材を持ってきて高さを合わせて形を整えるというような順序になります。現状の場合ですと、このままではまだ木のてっぺんに空洞が開くような感じになるので、さらにもう1本追加します。これでだいたいこの木の高さが決まりましたら、あとは外側側面にちょっとちっちゃく切った素材を接ぎ木していきます。ご覧のような素材の場合、極端に横に長くならないようにちょっとねじって縦方向に持っていきます。あとは素材の形に応じて対応していくしかないんですけれども、例えばこういう形でなくてもっと横に長いような樹木も存在しますので、そういった場合は木の幹からかなりワイドに作っていく必要があろうかと思います。ではとりあえずこんな形になりました。続いてこれに葉っぱの部分をつけていくわけなんですが、それに使う接着剤がこちらジオラマのりスプレーとなります。これをシュッシュッとスプレーしていきまして、しばらく待ちますと接着力が増してきます。次に使う素材なんですが、こちらは Amazon で購入したジオラマスポンジターフというこちらの商品の色違いとなりますが、これのオレンジ色と黄色と2種類を使っております。では動画が長くなるのでオレンジの方だけをとりあえずやっていきたいと思いますが、こんな風にまぶしていきます。このオレンジ色の樹木をそのまま使いたい場合は、なるべく細かい粒子で最後仕上げて形を整えて出来上がりといたします。続いてこのオレンジを利用して赤いもみじを作りたいんですが、この場合は木工用ボンド水溶液をスプレーして、先ほどは黄色いスポンジの上に振りましたが、こちら日本の紅葉ナノプランツ5匹、これをさらにまぶしていきます。今回はこれをしっかり巻いて真っ赤っかなもみじにしておりますが、薄く巻いてそのまだら状に仕上げてもちょっとした色替えになるので、やってみてもいいかなと思います。あとはパウダーを巻いた後、根元にこんな風にパウダーが残りますので、これをきれいにして、一応これで赤いもみじは出来上がりとなります。続いては黄色いもみじを作っていきます。同じようにボンド水をスプレーしまして、使う素材はナノプランツ日本の紅葉金色となります。それでこれを割としっかり巻けば左のような仕上がりとなりまして、金色の方を押さえ気味にした後、赤い粉引のパウダーを巻いていきますと、こんな感じのまだら状のもみじができるということでございます。さらに黄色と緑、これは加藤の木の葉常盤色という商品ですけども、これにまた金色の粉と赤い粉引の粉を巻いて、ちょっと赤を巻きすぎたので再度金色を巻いておりますが、これでできたのがこんな感じになります。その後形を整えたのがこんな感じでございます。では作った分を並べております。オレンジに赤、それから黄色の3色、これに加えてまだら状のもみじ、こちらは薄いのと濃いのと
ちょっと気に入ってしまったのでたくさん作りました。あとは3色のものも数本作っております。チャンネル登録よろしく。ではちょっと順番が前後しますが、黒染めの素材の仕分けをしております。こんな風な感じで大きいのと小さいのと仕分けをしていきます。小さいのはこんな風に溜めておいて、厚切りして使うタイプになります。それでこんな風に形がかなり整ったやつは接ぎ木せずに一本の木として扱って、これをそのまま使っていきます。ちょっとこうはみ出てるやつとか分厚い幅の広いやつとかは取り除いておきます。それであとはもう同じようにスプレーをしまして、続いて葉っぱの素材をまぶしていきます。この辺は先ほどと同じなのでちょっと省略いたしますが、もともと形のいい素材を使っておりますので、形を整えるという概念はなくて、こんな感じに綺麗な形で仕上がります。この後はいろんな粉類で色替えを行うことが可能です。こちらは3色もの緑、黄色、赤の順番でパウダー類を振ってできたのがこんな感じでございます。それではできた樹木を設置していきます。まず簡単にできた方を遠くの方に、それでリアルなものを手前の方に持ってきます。この山のあたりは遠目になるので、まず簡単に作れる方から差し込んでいきます。順序としては穴を開けてボンドを少し塗って差し込んでいくという感じにしております。その山の形とかによってもちょっと変わるかもしれませんが、木を植える割合としては3対3対3対1という感じで、1は緑になりますけども、そんな感じの比率が黄金比率かと思います。色の配分に関しては赤と黄色の2色だけで作ってもなかなか綺麗だと思いますし、あと今作ってるのは高さがまちまちですけども、木の高さを可能な限り合わせてあげると統一感が出てもっと綺麗に見えるかと思います。あとこんな感じで木の根っこの部分よりも穴が大きい場合は傾いてしまうので、ボンドを塗ってこんな感じに差し木するといいと思います。ではその後どんどん作業を進めていきまして、簡単な樹木の方がもうなくなっちゃったので、手前の方はリアルに作った樹木に変えております。それから神社手前左の方は松の木なんですが、こちらは加藤の完成品を利用しております。では山の方から川を渡って対岸、こちらは一番手前になりますので、最もリアルなタイプを使用していきます。それで同じように穴を開けて糊を塗って樹木を突き刺していくわけなんですが、植える順序としては低いものからだんだん高さを上げていって、また徐々に低くするとリアルに見えます。続いては足元の地面の表現なんですが、素材としましてはいろんなものをごちゃ混ぜにしております。使っている素材は先ほどと同じようなものなんですが、色合いとしては緑、黄色、オレンジがちょっと粒の大きめのもの、それからパウダー類、ナノプランツ、小引と金色を混ぜたようなものになります。細かい配分についてはちょっと適当に混ぜてるので言えませんが、細かいパウダー状の素材はそこに溜まりますので、その辺現場まで持って行ってもう一度混ぜるような、そんな感じで巻いていきます。それで元々の地面が濃い茶色になっておりますが、このミックスしたやつを全て覆うのではなくて、ところどころ見えるように残しておくとよりリアルになるかと思います。
続いてこちらはフィールドグラスナチュラル、麦わら色になりますけれども、こちらを1センチ足らずぐらいの長さに切って草原のりを塗り、それを配置していきます。あとはピンセットなどで形を整えたら出来上がりとなります。さらにこの崖の間際にはこちらのプランツシートを使っていきます。これはネット状のものにスモールプランツを貼り付けたようなものになります。ちょっと手が邪魔ですが、こんな風に細かくちぎってちょっと曲げたりしながら設置していくといい感じになります。それで形をまず決めまして、その後草原のりを外しながら塗っていきまして、また貼り付けるような形で施工していきます。この時葉っぱが外れちゃったり、もともと葉っぱが少ない部分もありますので、そういう場合は葉っぱを追加していきます。あとは仕上げに木工用の水溶液を垂らして出来上がりといたします。今度は色替えしまして、こちらはウッドランドシーニックス社のフォーレッジアーリーフォールという種類になりますけれども、これにはもみじのまだら色と黄色いタイプと2種類ありますが、これも同じような作業の手法で貼り付けていきます。これを崖全体、それから反対側の山にも同じ作業を繰り返していきまして、できたのがこんな感じでございます。ということで今回は秋の紅葉を中心に樹木を作った動画でございました。最後までのご視聴誠にありがとうございました。あと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。